はい、獅子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は1月後半の星の補足説明とタロットリーディングさせていただきます。お願いします。早速いきますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。カップナイトの逆、忍者、お月さんの逆、ペンタクルスのナイト、鳳凰、ワンド9逆、ソードの9逆。はい、気をつけることや対策が、ソードの8の逆と、ペンタクルスの5の逆と、オラクルがストレングスです。獅子座さん、学びの多い半月ですね。はい。まず星の補足説明なんですけど、1月の後半、特にでもね、1月の17日から、金星という惑星がね、社交性とか愛情とか豊かさとかを象徴する金星という惑星が水亀座に入るんですね。で、これによって獅子座さんは社交運とか対人関係運っていうのがすごく良くなります。なので、人との、接客業されてるとかもそうだし、営業されてるとか、とにかく人との関わりですごく豊かさをたくさん感じられるよっていう、感じやすいよっていうタイミングになります。で、これがとても仕事にもつながりやすい時で、交渉とかもいいですね。なんだかとても17、18ぐらいいいですし、さらに19日が新月になります。で、この1月19日新月は、獅子座さんにとっては、お仕事とか労働とか日常生活のところで起こるので、自分の働き方を改善しましょうとか、健康に関してちゃんと向き合おうとか、そういった、もしやることがいっぱいあるとかであれば、それをちゃんとこなすぞみたいな意図でもいいし、仕事に対して新しい目標を立ててもいいし、健康に対して自分にとって本当にいいことをしようみたいなことでもいいので、そういうことを決めていただくと、そうなりやすいっていうふうに思っておいてください。仕事でもこういうふうにしようって思うのもいいですね。そして1月20日から、太陽がね、水亀座に入ってくるんですけど、さらに1月23日からも火星というバイタリティも水亀座に入るので、20日過ぎて、特に23日あたりぐらいになってくると、もう本当に獅子座さんにとってはパートナー運がすこぶるいい感じなんです。もうどんどん人が集まってくるとか、どんどん人と関わるきっかけがすごく多いとか、人を通して自分の良さに気づいたりとかっていうことが多くなるんじゃないかなと思います。で、今までだったら躊躇していた関係に関しても自分からも切り込んでいくこともできるし、なんかバイタリティがね、あるんですよね、この1月の後半って。とってもね、強いバイタリティが、なんかこなしていけるぞみたいな、どんな人とでもやっていけるみたいな、そんな感じかもしれませんし、すごく強いなって感じがしています。で、その上でカードで見たときに、もちろん実際バイタリティもあるし、人とうまくやっていく運もあるんだけど、やっぱりちょっと気は使いますよね、誰だって。そういう意味で他者に対して気遣いはあるんだなっていうのが出ていますし、なんか今まで漠然と気にしていたこと、漠然となんか自分って嫌われてるんじゃないかなっていう思いとか、漠然とした、なんだろう、不安なことがあったとしたら、それが少しずつ晴れてきていませんかっていうメッセージです。自分でもちゃんと自分を見てきたし、理解しようとしてきたし、自分の足並みっていうか、これまでのね、道なりっていうのをちゃんと見てきたし、その上で自分がどうするかっていうのをちゃんと自分で整理してきたんだって感じがあり、なので今現在とてもなんか、いいスタート地点にいるっていう感じがするんですね、これは。暴走するわけでもなく、卑下するわけでもなく、自分の体力や実力や自分自身っていうのをしっかり見据えた上で、よし、こうやっていこう、みたいな、ちゃんと、いつでも進めます。走ろうと思えば走れます。でもゆっくり行きます。みたいな、そんな感じのエネルギーだなと思いました。で、そしてさらにそこから、鳳凰というカードが出ているので、何か契約ごとが決まったりとか、信頼できる信頼関係がさらに深まったりとか、ということで、とても精神的なつながりや、精神的だけじゃないんですけどね、契約も正当な契約みたいなのが結ばれそうな感じがしますね。または自分の中に、筋が通ってるというか、自分の中に哲学的な意識とかね、宗教的な意識でも何でもいいんですけど、信じるものがある、自分の中に。だからそれが自分を守ってくれてるんだみたいな感じで、とても精神的に安定してますね。とても安定してます。
なんですけど、まあさっき言ったみたいに、ちょっとこの1月後半って結構人との関わりが濃いんですよね。なので、今自分はすごく整ってるし、誰とでも向き合っていけると思ってるんですけど、やっぱりいろんな人との刺激をもらうと、ちょっと比較してしまったりとか、勝手にね、そういう意味で疲れたりすることもあるんだなって感じが出てます。ここでワンドの9の逆っていうのが出ていて、だから本当他者と比べちゃうと沼に入りますからやめてくださいね。あの、私こんなに、これぐらいしかできないとか、あの、周りの人はこんなにやってるのに私はこんだけしかできないみたいな思い出したら本当に沼ですから、そこ比べる基準じゃないっていうところで比べないようにしてください。何か自分が至らないんじゃないかっていう意識になりやすいということなので、気をつけてください。それともう一つはやっぱり体調のことですね。あの、健康だけど、誰だって無理をしたら体に来ますので、体がなんかおかしいなって思いながらそこを無視して何かをやろうとしてるっていうこともあるかもしれません。そしてそこから来る不調和な精神的なものっていうのがあって、これは現実に起きないんですけど、精神的にそのことについて気を揉みやすいっていうのがあるので、それなぜかって言ったら自分が至らない存在だという間違った思い込みがあるからそう思ってしまったり、体のことも本当はちょっとおかしいなと思ってるのに無視してやり続けるから、ああ、しんどいってなったりっていうことで、ここは調整が必要です。で、気をつけることとして言われているのが、本当に分かりやすいメッセージで、自分に価値がないって、いつでも思おうと思えば思えるけど、そっちに振らないでくださいみたいな感じがありますね。そして自分で自分を縛るのやめましょうっていう感じです。本当にそれは気をつけましょう。なんかいつの間にか、知らないうちに無理しちゃうことってありますよね、そういうのって。好きなことだから、もう没頭するとか頑張れるんだけど、気づいたらそれでも頑張りすぎちゃってて、自分のキャパを超えていたみたいなことってあると思うので、そこだけ気をつけましょう。そして、一番言われているのは、自分が納得できるほど頑張れたとか、納得できるほどやったとか、成果を出すとか、そういうの一切関係なく、獅子座さんは愛に溢れてるんですよっていうことを言われてるんですね。それを自分でどれだけ認められるか、信じられるか。そうだった、私って存在そのものが愛だったみたいなこととか、存在そのものが私は素晴らしかったんだっていうことを思い出してほしいんですね。でも自分で自分のことを責めたら、本当どんどんいくらでも責められますから、そこだけ気をつけてください。なぜならば、本当にこの1月後半ってやっぱ他者との関係性ってなんかちょっと濃いので、比べ出すと本当に、沼るからそこだけはやめましょうって感じかな。ちょっとお仕事のこと見てみますね。仕事。お仕事。ペンタクルスの8。やることがいっぱいあるって感じですね。あと、ソードキング。ワンドのクイーンということで、仕事はやることいっぱいあるって感じです。その調整っていうのは自分である程度はできるのかなと思うんですけど、なんか見えている。あれをしたらこうして、あれをしたらこうしてっていうのがちゃんと段取りが見えている感じがします。だからこそ全部やろうと思ったらどこまでもやりたくなるし、終わらないって感じがあるので、そこはもう自分で段取り決めてやってください。ここまでみたいなね。そして、ソードのキングとかワンドのクイーンっていうのが出ているので、非常になんか、仕事としては責任感があって、真正面からそこに向き合っていきますみたいな感じがあって、でもこれとてもいいんですよ。そういう意味で。仕事ではすごいチャンスが来てます。でも気を抜けないって感じなんですよね。大変な仕事っていうか大事な仕事だから、ふふーんって鼻歌歌いながらできるもんじゃないっていう感じがあり、めちゃくちゃ神経使わなきゃいけない。でもそうやってやってる経験がものすごい獅子座さんにとってはプラスになるよっていうふうに言われてるので、すごい自信につながるんだと思います、これは。はい。ちょっと人間関係見てみますね。人間関係濃そうですもんね。おっとっと、人間関係でもソードのキング出てきましたね。すべてに対して真面目に取り組みますみたいな感じがあります。はい。人間関係においてもやっぱりまたワンドの9っていうカードが出ているので、ワンドの9って全然、すごく頑張ってるカードなんですよ、これって。自分は足怪我してるのに、いや、せめてできることやりますって言って門番をしてるみたいなカードなんですけど、
本当は休んだっていいわけなんですけど、いや、せめて自分もできることやりますって言って、なんか自分をすごく無理させて、体を犠牲にしてでも何かをしたいみたいな感じがあるし、または別の意味でも、何か自分はまあいいとしても、その物事自体が、やっぱり100にまだ行ってないっていうのかな。まだ 90% ですとか、まだ至りませんみたいな。もうちょっとここ手を入れたいんですと。もうちょっとこれ準備が必要なんです。まだ材料が揃ってませんみたいな感じかもしれません。まあそういうカードが人間関係のところとか全体のところで出てくるってことは、やっぱり自分は至らないんだっていう意識がもしかしたらあるかもしれないので、もう嘘でもいいから自分って素晴らしいみたいなアファーメーションを毎日自分に浴びせてあげてほしいんですね。これで完璧素晴らしいみたいな。この今の自分でうまくいくっていうふうに、自分に言い続けてほしいんですけど、なぜならばやっぱりここでカップのキング、カップのクイーン、すいません、カップのナイトというカードが出ているので、やっぱり、なんか、獅子座さんのことを、こう、よく思ってる人がいるんですよね。手伝ってあげたいとか、それだけ頑張ってる姿勢を見てあげたいとか、アプローチしてる存在がいるっていう感じがあるので、本当は受け入れられてるんです、十分。でもなんか自分だけがもっと完璧でなければならないと言っているみたいな感じがあるので、その自分が見ている自分像を他者の言葉で埋めようとしないでくださいって感じかな。まあ、これちょっと私も昔本当そうだったんですけど、自分は全然ダメだと、自分なんて本当にダメなんだって自分で言い聞かせているというか、自分でそういうふうに自分を見ている。でもそれを誰かが変えてくださいと。誰かもっと褒めてください。もっと私のことを愛してください。そしたら私自分に自信が持てるのにって思ってたんですけど、なんで自分が思い込んでることを他者に変えてもらおうとして、他者に依存するんですかっていう感じがあり、自分で変えようよって、自分で変えたら他者なんて簡単に変わるので、簡単に違う風な接し方になってくるので、まあそれを言われてるのかなって思いました。なんか自分にもすごい厳しいです。仕事もなんか今手が抜けないし。でも全てに関して言われてるのはオラクルとしてね、もうすでに獅子座さんは愛されてる存在なんですよ、みたいな。それ自分に対してそんなに厳しくしないでって。自分に対して厳しくしてるその姿が他者にも厳しいと見えたりとか、厳しくしてしまったりとかって見えるので、そこだけ気をつけてねっていうのがメッセージでした。はい。最後にもう一枚オラクルカードを引いてみますが、もしここまでのメッセージ分かったよ、通じたよっていう方は、いいねボタンやチャンネル登録やコメントを押して教えていただけると嬉しいです。ちょっともう一枚引いてみますね。獅子座さん。はい。このカードを見て何か感じることがあれば皆さんも直感を使ってメッセージで受け取ってくださいね。とにかく人の噂話に惑わされないでっていうカードです、これは。感情はすぐにでも影響を受けちゃうから、惑わされない、惑わされない。自分の光をちゃんと見ててねっていう、そんなメッセージだと思いました。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございます。失礼します。